どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2のおすすめの機体を紹介していきたいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 48TXT エクリプスですね。エクリプスは R9F 系の派生型の機体なんですが、この機体には速度変化時にスピードレベルに合わせて変形する機構が内蔵されており、人型へ変形可能な TL シリーズの前身となる機体でもありますね。加速と減速時に発生するバックファイヤーには当たり判定があり、速度変化を行うだけで真後ろを攻撃できるという特性を持っていますが、無理して使う必要はないと思います。またフォースはアルバトロスからテンタクルフォースを受け継いでおり、攻守のバランスがとてもいい機体でもあります。テンタクルフォースの触手は機体の動きに合わせて閉じたり開いたりするため、それに合わせてレーザーの大きさや角度が変化し、広げた状態の触手は攻撃を防ぐ大きな盾にもなります。この触手を広げた状態の強みはそれだけでなく、触手を展開した状態の面積を生かし、あえて敵の攻撃を受けたりすることでドースが稼ぎやすくなるのも大きなメリットですね。ステージ4に至っては難易度が R タイパーでもこのステージだけで 60% 近くのドースを稼ぐことができます。赤のスティングレイは直線的なレーザーを断続的に発射します。触手を広げれば広範囲を攻撃可能ですが、触手を閉じればレーザーを収束しダメージ量を上げることができますね。基本的にはこのスティングレイをメイン装備として使うことが多いと思います。青のハウンドレイは触手の先から2本のレーザーが発射されます。触手の角度によってレーザーの発射角度も変化するため、雑魚処理は得意な装備ですね。またレーザーが当たってもすぐに敵が死なない場合は自動的にロックオンしてくれる仕様となっていますが、火力自体が高くないため高難易度ではあまり活躍できない可能性が高いと思います。黄色のスネイルレイは触手の先からさらに触手が伸びるようにレーザーが発射されます。ディフェンシブフォースのディフェンスレーザーと並ぶ使えない黄色レーザーですが、画面の端で触手を広げることで機体を覆うようにできるため、ステージ 7.2 の大群は安定してクリアできます。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、フォースが自立して敵を狙う仕様となっており、火体的にはへばりつくように攻撃を加えるため、全体的に低めになっているレーザーの火力を補ってくれる優秀な追尾型の弾幕ですね。ボス戦はレーザーよりもこのフォースショットに頼ることが多いと思います。ただし触手の盾がなくなるため、使いどころは慎重に選んでくださいね。ミサイルは爆雷、誘爆ミサイル、追尾ミサイルの3種類から選ぶことができます。この機体に装備するなら爆雷か追尾ミサイルだと思います。搭載されている衝撃波動砲2は3段階のチャージが可能で、爆発系の波動砲で最強の波動砲となっています。チャージを重ねるごとに爆発の大きさと威力が増加し、3段階目のチャージになると爆発の中に小さな炸裂が発生し追加ダメージを与えますが、この小さな炸裂を狙って当てることは難しいため、素直に直接バイドを狙った方がいいと思います。なお他の爆発系の波動砲と同じように爆発自体のダメージ量はそこまで多くないため、雑魚処理が目的でなければしっかり弱点を狙ってくださいね。エクリプスはテンタクルフォースの触手の盾と自立型のフォースショットのおかげで攻撃と防御が高い水準で両立されている機体となっており、搭載されている波動砲も非常に強力な優秀な機体のため、アルバトロスで素材を稼ぐことができたら真っ先に開発することをお勧めします。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。